邪魔します。うわ、すごっ。何この家。まさきくんこれ自分で作ってるの？もしかして。安定感みたいなものだよね。週5働いて社会貢献じゃないけど、生きていくための仕事みたいなものはある程度妥協してやんないとダメだと思い込んでたわ。お邪魔します。好きなことで生きれてるね。皆さんこんにちは。ビビリの家族野球キャンピングカー生活の小宮です。よろしくお願いします。今日はですね、好きなことで生きていく。この前ちょっとファーマーズマーケットですね、僕ら行ったんですけど、そこにいらっしゃった夫婦の方がいて、ニセコにですね、お店を持ちながらバスを改造して、そこをショップにしてそれで旅をしてるんですよね。非常に面白いユニークな生き方で、ものすごくハッピーオーラが出てたわけですね。話しててすぐ分かったんですけど、もうブレがないというかですね、自分の信念がものすごく強い方だなっていうのを感じました。だからといって排他的でもなく、俺たちはこうだからとかそういうのではなくてね、そういう方たちのやっぱり思想とか、どうやってそういう生き方をできたのか、そしてなぜノンストレスで今の現代を生きれてるのか、取材していきたいなということで今回の動画を作りました。精神疾患というのが非常に増えている。これなんでこんなに起きているのかっていうのも、おそらくその方たちは答えを持ってるんじゃないかなと思うんですね。では行きましょうか。ニセコレッツゴー。お邪魔します。いや、やっと来れたよ。車種はなんだっけこれ。いすゞのジャーニーってやつ。あ、ジャーニーなんだ。でもね、日産シビリアンってよくあるマイクロバス。あるね。それの OEM みたいな。同じ形みたいな。はい、やってまいりました。僕がマーケットで見て衝撃を受けたこのバス。店主のまさきくんが中古のバスを解体して一人で全部作ったそうです。中に入った瞬間、度肝を抜かれたこのクオリティ。じっくり見ていきましょう。最初はどこから作ったの？もともと幼稚園バスだからさ。バスのシートを外すところ。鬼の作業ですね。鬼の作業ですよ。ここに真ん中に通路があって、そこ以外がこう上がってんだよね。全部この鉄でフレームがこういう風にあったのを、グラインダーでカットする作業がやばかった。それすごいね。それが大変だった。あとリアヒーターを取る作業で、あれエンジンの熱、熱くなるじゃん。それを生かして暖房にしてんだよね。なるほどね。このリアヒーターのあるところまで送られてきてるんですよ。だから取ったら取ったで、ラジエーター液がさ抜けるじゃん。だからそれをバイパスしないとダメなんですよ。まさきくんはちなみにそういうエンジンとか詳しい？全く詳しくないよ。ゼロ。正直完成した後、走んのかっていう心配はあった。すごいね。この椅子を取った時っていうのはもう、そこ下見えてるみたいな。下が見えてるんだ。見えてる。そこにまたこう、フレームを組まないと床組めないから、そこの時に溶接が発生してきたわけだ。そう。コーマックとかで売ってる L 字の金物、ネジで留めるのもあるけど、その上にさらに溶接して、つまり床を作った。床を作るね。真ん中の通路と同じレベルに合わせるように、でその上に合板でいってるんだね。なるほど。でその土台を作って、でフローリングを引いていく。これも廃材？これも廃材。本当だね。結構薄いんだね。そうなの。しっかりしてるもんね、でも土台がね。そう、でも結局合板があるからね。合板に抱きつけてるだけで。そっか。バスって勾配ついてんだよね。ここからさ、ちょっと下がって曲がってるでしょ。これなぜかっつったら、雨とかさ、びしょびしょで入ってさ、水とか溜まったら、ちゃんとこっちに排水されるように勾配があって、斜めになってるけど、これどうやってやんのかな。探りまくりじゃん。根気が半端じゃないよ。だからこういう薄い板じゃないとやっぱ成し得なかった。そっか。ちょっと木をしならせてるっていう張り方でやってるわけね。でも走行してても全く剥がれてない感じで。剥がれてない。そう、ビスの打ち方とかがすごい丁寧なんだよね。これですね。こんなビス普通この床に使おうと思わないですよね。で、旅中はここで寝るんですね。そう。縦にね。2列。まさみちゃんと2人でこれ寝てる。これも天板をいっぱい組み合わせてってわけ？そう。2x10 とかかな。色はオイルステインだったと思う。オイルステインだ。イースはなし？イースもなしだね。2xってさ、まんまだと2x丸出しになるのは嫌だから、トリマーもしたし、あとグラインダーにさ、
金たわしみたいなのついてるやつで。あるね。あるでしょ。あれで削ると、この木目だけ、そう、木目だけ浮きの出て、柔らかいとこ削れるから、そうするとちょっと、ヴィンテージ加工じゃないと。これはまさきが作ってるわけ？削ってます。わ、すごい。削ってます。これめちゃめちゃすごいですよ、皆さん、これ。でも多分、やってる人はみんなやってると思う。あ、そう。2枚構造になってるんだ、これ、数倍点みたいなやつが。壁が、はい。鉄とくっついてる感じ。鉄に打ち込んでんのこれ？鉄に打ち込んでる。だから鉄のフレームで、車も多分鉄の構造20ぐらいになってて、ああ、そういうことね。内側の鉄の方にもうくっついてる。そういうことか。でその木に対してこいつがついてるから、一応すべては外側のフレーム鉄の部分とくっついてる。なるほどね。だからこんながっちりしてるわけだ。この辺とかもね、アイデアももう鱗状になってるんですよね、これ。これはもともとあった棚を乗せてる。そう。で、薬箱でね。あ、薬箱ね。これ自体も結構手に入れるの大変だよね。そうだね。古道具屋にたまーにあるけどね。ああ、そっから仕入れてきたのこれ。そう。電気はどうしてるんですか？こいつポータブル電源で効いてるから。ポータブル電源でいってるんですだから、あれソーラー積んでる？ソーラーもある。あ、ソーラー上積んでるんだ。いや、別なんだよ。ポータブルなさ。あ、なるほど。折りたたみの立てるやつ。あ、じゃあイベント会場行ったら開いて。そんな感じ。で、あとは走行で貯めて。なるほど。1日イベント持つかな、ギリ。ベニヤは180年と90とかのやつかな？一般的なやつだよ。1820と、なんだっけ、横幅900。はい。910か忘れた。それをもう曲げて、ギュッて曲げて。いや、皆さん多分ベニヤを曲げた経験がほとんどの方はないと思うんだけど、まあ曲がんないんですよね、ベニヤって。まあ曲がんないんですよ。で、曲がったとしてもパリっていくんだよね。で、それをここまで綺麗に曲げてるっていう。あ、断熱も入れてるんだ。そう。やっぱ食品熱かるからさ、そっかそっか。日照りで熱くなって嫌だから、断熱ウール入れてます。で、これですよね、やっぱりこのデザイン。これよく見つけたよね。これなんか、ついしてる。わかんない。世界のメルカリみたいな。このやつで買ったのよ。これ結構なお値段する。いや、全然。まあ送料かかったけどね、海外からこれ作るから。でも、5000円とか ?3000 円とか。ほんと？で、これを糊で貼っつけて。糊で貼ってるだけ。じゃあ剥がれないもんなんだね。ここの処理ってすごく難しいんですよね。普通車のこの一番後ろって配線とかいろいろあるんだよね。なんかで、ボコボコしてるんじゃない？ボコしてる。板を、そうなのね。多分こうフレームみたいなのを渡して、そこにピッてと。このアイデアすごいよね。ステンガラスは？本当のガラスじゃさすがにさ、違うの？アクリル的な？アクリル板、そう。アクリル板に。すごいこれ。これめちゃくちゃいいっすね。シート貼ってるだけ。パッと見。いや、ガラスにしか見えなかった。で、取り外しもできるし。なるほど。ここから運転席行けるのね。そう。開けていい？いいよ。わあ。しかも視界もかなり広い。これで旅をしながら、渡り歩きながら、人と出会いながら。そして、そう。めちゃめちゃナンパしたから。コロナ以降、特にさ、レジとかセルフになったりさ、それが進歩だと思ってる部分があるじゃん。効率的にはいいかもしれないけど、お客さんに求められてたりさ、お客さんに喜んでもらえるっていうのはやっぱ感じれるからさ、日々のその仕事の中で、幸せの粒みたいな、小幸せみたいなものをこうやっぱもらうよね。お客さんを通して、接客を通して。役に立ってるってさ、思えるってすごい幸せなことじゃん。対人なくして幸せないと思う。なんかすごい家だ。やば。最高じゃん。お邪魔します。やば。何この家。ヘッドライト。いらっしゃい。どうぞ。何この感じ。何屋さんですかここ。わかった？
場所。いや、わかんなかったけど。うわ、すごっ。何この家。でかいでしょ。いや、でかいとかっていうよりめっちゃかっこいいね。びっくりした。あなたたち何者？まさきくんこれ自分で作ってるもしかして。内装はやったけどね。まさかの事態が発生しました。この男、家まで作ってる。通りを車で走行中、この家を発見。政権後見人の方とさ、うん話をして裁判所を通じて、ん。だから不動産売買の価値とは全く違うさ、それで買わせてもらったから。ここまでの制作時間ってどのぐらい？実際にうん住み始めてスタートしてるから5年、まあでもタイミングでしかやってないよって言っても5年前だけど最初の1年2年でかなりキッチンやったりとかはやったんじゃないかな。そっから一番テンション高い時ね。そう徐々にね鈍ってくるじゃんそれ。そうだね。そこのレンガの壁とかもだいぶずーっと石膏ボードだったんだよね。しばらく3年住んでから3年以上は石膏ボードだったな。なるほど。これ本物ですからね、皆さんこれ。これ本物でしょ？本物もうフェイクじゃないんですよね、これ。もう本当にこの小樽とかの倉庫で見るよね、これね。で、これもリアルに薪ストーブ使うわけだよね、冬。めちゃめちゃあったかいでしょ、これ。なるほど、なるほど。東京とか住んだ時も、バンドやったり音楽やったりするのは働いていない時間帯で、働いてる時はもう普通に集合ね、朝から9時5時とかで働いてが当たり前だと思ってた。つまりそれを仕事にするっていう発想がないと。その時なかったね。もっと早くやっときゃよかったなみたいなとこもあるし、なんかある程度妥協してやんないとダメだと思い込んでたわ。窓も全部入れ替えたし。窓かっこいいもんね。そう。いや、窓高いですよ、これ。皆さんこれ。しっかりしてますからね、これ。全部変えてるから、だって上もそうだし、下もだいぶあるじゃん。いや、だいぶある。でもさ、この窓がかっこいいよね。やっぱりこの光の入り方とか。築何年ぐらいなのね。築ね、80年ちおょっとかな。すごい。外から見たら民家には見えないよね。そうなんだよ。そうそうだよね。倉庫かなと思ったもの最初。ほぼ外側、まあレンガの壁、内側がブロック構造体で。ホームセンターとかね。そう。あれが要はつまさって、ああ、そうなの？モルタル流して作られてる構造体に、電車が通るレールを角とかに入ってて、それが要は鉄筋の役割。だからブロックだけだったら地震とか揺れに弱いから鉄筋を通してて支えになってる構造体。その側だけを残した状態で、中に要はもう一個家建てるみたいなさ、断熱がないから断熱をつけるために改めて枠組みをつけないとダメじゃん。でも今10月の、まあ半ば、北海道結構今朝寒いんでね、5度、6度ぐらいに今なってる状態なんだけど、家はマジであったかい。あったかいよね。ここから要は構造を新しく壁を作ってるからさ、ここからここまで。で、これが断熱入ってる。すごいよね。だってもう正味30センチ以上あるでしょ、これ。そう。で、まあ、そういうのを作るのは、ちょっとさすがに自分では追いつかないんで。そっか。そこは業者が入ってるわけだ。なるほど。ここがですね、皆さん、ここが全部屋根だったんですね、ここ。これを、ここを全部抜いて吹き抜けにしてるってことですね。これフローリングも全部自分で貼ったんでしょ、これ。そ
いや、信じられない。いや、僕もロデオで、ここまで全然成功じゃないんですけど、ちょっとこう床張りしたんですけど、これね、なんか斜めに、これヘリンボーンっていうやつで、これ斜めに張っていくと、ちょっとでもずれるとですね、全部ずれてって、やり直しがすごい数ある。こういうとこですね。多分これ補正した後だと思うんですけど、多分1000回ぐらい発狂してるようなレベルだと思います、これは。いや、なんかね、デザインとかセンスとかはもちろんなんですけど、このね、なんか、根気がすごいですよね。この、やってやるぞ、みたいな。いやー、すごいわ。これめちゃ綺麗ですもん。だから自分で自分のことってさ、客観視って一番難しいじゃん。で、今まで俺いろんな会社勤めてきたけど、結構遅刻して辞めさせられるの多かったね。ダメで。で、どの仕事やっても2年と続かず。あ、そう。自分がどっか旅行きたいとかもあるけどね、移動の欲もあったけど、で、ニセコ来てやった仕事も、なんか、外国人相手の仕事で、自分が一応得たね、そういう語学力とかそういうのを使ってたから、楽しいし、オーナーも外国人だったから、日本人みたいに厳しくもないから、緩かったから、それね、自由だったんだけど、やっぱやれって言われたことをやっても満足できなかったし、仕事ってそういうもんだなって思ってた部分があって、でそう思ってたんだけど、自分でやったら全部自分に返ってくるから、めっちゃ楽しいし、なんでもっと早く決断があったなんてそう思ったんだよね。そう思ってほしいなと思うけど、世間から言ったら見たら全然続かないし、いや割とそうよ。遅刻もするし、行き場所が違ってたわけ。それが変わった瞬間にパッていくわけだもんね。分かんないよね。分かんない。すごい。未だに遅刻してるけどね。でも自分の店だからさ、全部自分の責任だから、誰に咎められる必要もない。ついこの間めっちゃ感じたんだけど、この裏で栗の木があって、栗を拾ってきてさ、で自分で剥いて栗ご飯食べた時に、こんな豊かなことはないなと。めっちゃいいじゃんみたいな。ないかな。欲すること自体が資本主義の原動力だからさ、特に今そういう SNS の時代がすごくて、インフルエンサーたちがさ、なんか派手な暮らしとかアピールしてるから影響されて、自分もこうなりたいと思っちゃうけど、足りない、欲しいと思わせるシステムは全体的に存在してると思うんだよね。そういうシステムだって気づいて、ちょっと一歩遠くから眺めたら抜け出せるじゃないけど、楽になるんじゃないかなと思うけどね。ピラムはさ、計画してからどのぐらいで実行に移ったの？ 2年3年。オーガニックの食材わざわざ店行って買いますみたいな。アマゾンで買えますよね。今時氷なんて誰がやるんですかぐらいの感じだよ。これすごいね。米粉も売ってんの？米粉めちゃめちゃ需要あるよ今。いや、米粉、うちも米粉だからさ。へえ、すごいね。米粉こんな風に買えるの？マジで？いや、めっちゃいいね。だからさっき今日来てたお客さんとかでも自分でタッパー、持ってきてたね。そしたらマジでゴミ作るって言うんですよ。そうだね。今後の目標は、一応お店を新しく移転するっていうところが近い目標で、
自分たちが住んでる家の隣に建てることになるんだけど、正直今の一般的な考え方から言うと、そんな行きにくい場所でアクセスしにくい場所で目立たない場所で商売やってうまくいくんですかっていうような場所なんだよね。今は通勤時間30分のさ、ちょっと離れた場所でやってるっていうのもあるし、でもそれは結局お客様にとってはいい場所でいろんな人がアクセスできる場所なんだけど、でももっと自分の生活とか自分の時間とか、うちらライフって呼んだりしてるけど、もっとライフに重点を置いてみてたらどうなのかっていう、収益が少なくなるだろうけど、その中で自分時間をもっと増やしてみた時に自分の人生っていうものがより豊かになるのかどうなのかみたいな部分の実験もあるし、プラスちょっと一般的にはさ、大体ビジネス成功したらさ、じゃあ次は札幌に支店作ってとかさ、東京にも作ってとかさ、そういういわゆる一般的な資本主義の流れに逆行したいって気持ちもある。めちゃめちゃ見たいね。ありがとうございます。ありがとう。次回は異国の地、シンガポールにて大成功を収めた44歳料理人の話。料理人の夢でもあるミシュランを獲得した彼は、誰もが思ってた店の発展とは真逆の方向に人生の舵を切ります。それは、築き上げた店を手放し、一台のキャンピングカーを買って家族で食べに出るという選択でした。誰もが羨む成功労働を手放し、セータは気が狂ったと言われながらも、彼が見つけた人生で最も重要なものは何なのか。やっぱり涙も止まんなかったし、家に帰った瞬間に崩れていく感じが辛かったんで、心からなんか楽しそうにしてるとかっていうのってあんまりなかったんじゃないかなと思って。次回はホームレスになった天才料理人のキャンピングカーとその人生観に迫ります。ご期待ください。最後まで見ていただいたあなたに重大告知です。先日僕の公式 LINE 登録者が200名を突破しました。救急救命士が動画で情報発信して月間売上1000万円、公務員が動画で情報発信して累計売上2000万円を達成。いわゆる SNS コンテンツとは何なのか、自分にもできるのか、そのからくりと方法を近日 LINE 上でスペシャル動画としてアップしていきます。情報に振り回される僕たち、現代の会社寿命は平均7年ならば自分の力で自由に生きていく。でもやり方、方法が全くわからない。僕ももちろんそうでした。5年間で培った僕の経験と知識をこの LINE 上で様々な形でアップしていきます。そして今ご登録いただくと電子書籍リビングザバンライフ、自由を手にする完全ロードマップもプレゼント中。こちら完全無料でプレゼントしています。当時 SNS なんて全くわからない状態から今どこでも場所を選ばず仕事ができるようになった方法、パスターフォーミュラの具体的なやり方と成功例を書いています。受け取り方は下記の概要欄、こちらのリンクをクリックして LINE 登録してください。そして特典と2文字だけ送っていただければ電子書籍を読むためのリンクが送られます。今だけ完全無料。ぜひゲットしてみてください。さらにこの下のリンクからは現在無料相談も受付しています。今の自分が一体どうやって SNS を使っていけばいいのか、今のビジネスに動画をどういう風に使えばいいのか、そもそも動画を作り方を知りたいなどなど何でも OK です。ぜひ、無料相談使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。小宮でした。ありがとうございました。